皆さんこんにちは。お城へようこそ。今日訪れるお城は兵庫県姫路市にある姫路城です。早速ですがクイズです。姫路城の別名として正しいのはどれでしょう？ A. 白鵬城、 B. 白鷺城、 C. 白龍城、 D. 白虎城。答えは B の白鷺城です。白鷺城とも白鹿城とも呼ばれています。その白く美しい外観はまるで白鷺が羽を広げたようと称えられ、この名前がつきました。それでは実際にお城を見に行きましょう。姫路城は姫路市の中央部にある標高46メートルの姫山を中心とした平山城です。兵庫県姫路市は兵庫県に位置し、大阪や京都から電車で約1時間ほどでアクセスできます。姫路という名前は姫山の古名姫路の丘に由来するそうです。また昔は蚕を姫子と呼んでいたことから、この地域が蚕業で栄えたことにちなんで名付けられたという説もあります。このような歴史ある土地にそびえる姫路城はユネスコ世界遺産に登録されています。姫路城は日本最大級で最も保存状態のいい城の一つです。高さは約46メートル、15階建てビルほどの大きさです。世界的に見れば天守の高さは台座を除く自由の女神とほぼ同じ。かつては外堀、中堀、内堀の三重構造。外堀の総延長は 11.5 キロに及びます。敷地面積は約233ヘクタール、城下町は187ヘクタールを形成しました。現在残る内堀内は23ヘクタール、80棟以上の建物が迷路のように配置され、戦国時代の建築技術と防御設計の域を集めています。姫路城の初代築城者は赤松貞則。築城は1346年です。現在の姫路城は1601年から池田輝政による大規模拡張で完成しました。赤松貞則は南北朝時代から室町初期にかけて活躍した武将で、播磨国、今の兵庫県中西部を拠点とした赤松氏の一族です。当時の日本は後醍醐天皇の建武の新政崩壊後、南朝と北朝に分かれて争う南北朝時代でした。赤松氏は当初は後醍醐天皇方につきましたが、その後足利尊氏の北朝方に転じて勢力を拡大しました。赤松氏は一時衰退しましたが、貞則の代で再び勢力を盛り返しました。貞則は城を小寺氏に任せ、自身は庄山城に移りました。
その後赤松市は衰退します。15世紀末から1580年代には播磨国の実権は小寺市に移りました。小寺市は姫路城を拡張改修し、戦国時代の城として整備しました。また小寺市は五着城を築きます。姫路城の東に6キロほどのところにあるお城です。そして五着城を本城としたため、姫路城はその市城として存在しました。ここで有名な黒田官兵衛の祖父、黒田重隆が小寺市の代官として姫路城に入り、官兵衛はこの城で生まれました。黒田氏は小寺氏の家老主席。小寺氏は播磨国の小さな戦国大名で、西は毛利氏、東は織田氏に挟まれた状況でした。当主である小寺正元は毛利派でしたが、小寺家家臣主席の黒田官兵衛は先を読み、織田信長に協力することを提案します。周辺豪族に織田家に味方することを説得し、1580年には姫路城を秀吉に献上しました。これにより播磨一国は織田方となり、姫路城は秀吉の対毛利氏の重要拠点となります。1581年、秀吉は姫路城に三層天守を築きました。現在の天守とは異なります。その後も城主は変わりますが、秀吉の一族が在番しました。1582年6月2日に主君織田信長が明智光秀に討たれます。信長の死去は織田家内外に大混乱をもたらしました。中国地方を担当していた羽柴秀吉は当時備中高松城を三つ攻めにし、毛利家の武将清水宗春と対峙していました。羽柴秀吉は織田信長の死去を知ると街道を封鎖、毛利氏に信長死去が伝わらないように徹底した情報統制を取ります。そして城主清水宗春の切腹と引き換えに毛利氏と講和しました。ここで起きたのが秀吉の中国大返しです。ここでいう中国とは中国地方のことです。秀吉軍は1日約 32km、通常ここまでの距離を移動するのに数週間かかるところ、わずか5日で京都に到着します。兵士は30キロの鎧を船に預け、身軽に移動。毛利氏と講和しつつ、明智光秀を討ち、主君の敵討ちに成功しました。この迅速な行動で秀吉の名声はさらに高まりました。なぜ羽柴秀吉はこの驚異的な中国大返しを成し遂げることができたのでしょうか。その秘密はもともと信長に援軍を要請していたという経緯にあります。当時秀吉は毛利氏との戦いを続けており、戦線を有利に進めるため信長に援軍を求めていました。これを受けた信長は先遣隊として明智光秀を派遣します。
しかし、ここに微妙な関係がありました。明智光秀と羽柴秀吉は、織田家の中で外交や戦交をめぐり、常に手柄を競い合うライバル関係にあったのです。特に四国の長宗我部氏との外交交渉をめぐって対立しており、結果的に毛利戦線を担当した秀吉の方に軍配が上がっていました。もし光秀が秀吉の援軍として出陣すれば、秀吉の指揮下に入る形になります。それを快く思わなかった光秀は、軍勢を整えながらも、中国地方へは向かわず、一旦京都へ戻ります。そしてそのまま本能寺にいた主君織田信長を討ったのです。これが本能寺の変です。あくまで一説です。一方、信長は光秀を先に派遣した後、自らも毛利氏との決戦に向かう予定だったと考えられています。そのため秀吉は信長を迎える準備を整えていました。港には船を集め、兵糧も大量に備蓄していたのです。ところが信長が本能寺で撃たれたことで、これらの船は使われることがなくなりました。この時、秀吉は兵士たちに鎧を船に預け、身軽になれと命じます。当時の鎧はおよそ30キロもありました。鎧を脱ぎ、軽装となった兵たちは、通常なら数週間かかる距離をわずか5日から6日で京都まで駆け抜けたのです。これこそが後に中国大返しと呼ばれる奇跡の進軍の仕組みでした。姫路城に到着した秀吉はここで兵を再編します。そして明智光秀との決戦に向けて城の金銀をすべて分け与え、兵士たちの士気を高めました。その後秀吉は山崎の戦いで光秀を討ち、主君織田信長の敵討ちを果たします。戦いの後、秀吉は拠点を姫路城から天王山城、そして大阪城へと移し、天下人への道を歩み始めることになるのです。現在の姫路城は戦国から江戸初期にかけての武将池田輝政によって築かれたものです。池田家はもともと織田信長の家臣でした。輝政は関ヶ原の合戦で大きな功績を挙げ、その戦後処理において姫路城を与えられます。それまで治めていた三河の国吉田、現在の愛知県豊橋市から移り、ここで大規模な城郭拡張を行いました。では、なぜ池田輝政がこれほどまでに巨大な城を築くことができたのでしょうか。徳川政権といえば、一国一条例や福島正則の改易に象徴されるように、城の改修や築城に厳しい規制を敷いた政権です。城は軍事施設であり、幕府にとっては権力の象徴でもありました。にもかかわらず、姫路城のような大規模な城郭を築くことが許されたのはなぜなのか。その理由を探るために、まず池田家の出自を見てみましょう。池田輝政の母は、なんと織田信長の乳母にあたります。後に信長の父、織田信秀の側室となり、池田家は織田一門に極めて近い家柄でした。輝政の父、池田恒興もまた、織田家に仕えた重臣です。彼は、明智光秀を討った山崎の戦いでは、
右翼を任され、その功績で織田家の宿毛となりました。しかしその後、小牧長久手の戦いで羽柴秀吉と徳川家康が対立した際、戦死しています。秀吉は織田政権を乗っ取って天下統一を進める中で、旧織田家臣団を味方につける必要がありました。そのため織田家との縁の深い池田家を粗末に扱うことはできませんでした。秀吉は池田家に羽柴姓豊臣姓を与え、また輝政の妹を自身の甥にあたる豊臣秀次の妻に嫁がせます。つまり池田家は織田豊臣両家の血筋と強いつながりを持つ準豊臣一族として遇されたのです。さらにこの少なかった秀吉は輝政と徳川家康の娘徳姫の縁談を仲介しました。これにより池田家は織田、豊臣、徳川という三大勢力すべてにゆかりを持つ特別な家となりました。池田家は秀吉の死後、徳川家に接近します。やがて天下分け目の関ヶ原の合戦が起こります。戦後、徳川家康は全国の領地を自由に再配置する立場にありました。この時、家康が最も警戒していたのは西国地方に点在する豊臣系の大名たちでした。家康は表向きは豊臣家を立てつつも、西国に徳川の目を光らせる必要がありました。そのため豊臣家からも不信感を持たれず、同時に徳川家の意向にも従う人物を配置する必要があったのです。そこで白羽の矢が立ったのが織田、豊臣、徳川の全てに縁を持つ池田家でした。池田輝政は西国監視の要として姫路に移封され、西国将軍の役割を担うことになります。こうして輝政は姫路に壮大な城郭を築き上げました。築城にはおよそ8年の歳月がかかり、その規模と美しさはまさに天下一品。姫路城は単なる一大名の偉業ではなく、西国を抑える徳川政権の軍事拠点としての意味を持っていたのです。このように姫路城の巨大な姿の裏には、池田輝政という人物の血筋と立場、そして豊臣と徳川2つの勢力の思惑が複雑に絡み合っていたのです。池田輝政はおよそ9年の歳月をかけて壮麗な姫路城を築き上げました。余談ながらこの築城に動員された延べ人数はなんと約2500万人にも及んだと言われています。壮大な規模の建設だったことがうかがえます。輝政の死後、池田家の稲葉国鳥取へと転封されます。その後、姫路城には徳川譜代大名の本田忠政が入城しました。以降、松平氏、榊原氏、堺市といった大大名が次々と城主を務めていきます。本田氏以後の姫路藩の石高はおよそ15万石とされ、池田氏時代の52万石から大きく減少しました。池田家の場合、池田家の子息たちの所領を合わせると、その総石高は実に100万石にも達していたと言われています。まさに西国に睨みを利かせる鎮西将軍として、姫路の地は山陽道の関門であり、
参院への要衝でもあったのです。しかし本田氏以後は15万石という限られた財政の中でこの巨大な姫路城を維持していかなければならず、その経済的負担は相当なものであったと伝えられています。
最後までご視聴ありがとうございました。今回の姫路城巡りいかがでしたか？ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。次回は和歌山城を訪れます。どうぞお楽しみに。